駅に郵便ポストがあった時代。現代では京都駅に残る郵便ポストが唯一だと言われていますが、その昔は駅のホームに小さな郵便ポストですが設置されていたものでした。携帯電話などない時代は、駅の伝言板、電報などと並んで手紙も重要な通信手段でした。旅先から絵はがきを送るなんてことがよく行われていたものです。そして当時は郵便物は原則的に鉄道で輸送されていましたので、大阪駅や東京駅の他にも地方の主要な駅の近くには鉄道郵便局があったものです。鉄道郵便局というのは現在この名称は使いませんが、普通郵便局、比較的大きな郵便局であり、鉄道郵便局の乗務員は郵便車に乗務して郵便物を車内で仕分けする仕事をしていました。また、締め切り便という車内で区分しない郵便物も同時に運ばれているものでした。私が郵便局に入った頃は、まだ鉄道郵便局も健在でしたが、昭和59年の国鉄の輸送システムの変更に合わせるように、鉄道郵便の扱いを中止することとなりました。郵便車に積まれた郵体の話。私、以前は郵便内務の仕事をしたことがあります。今でこそパレットと呼ばれる方式になりましたが、私が郵便局に入った頃は、未だ郵体という袋に郵便物を入れて運んでいました。かなり頑丈な袋で、革のバンドで締めるようになっていました。さらに、書き留め郵便物などを入れる場合は、さらに封管具というもので封管していました。今から見れば本当に原始的な方法でした。この袋に郵便物や小包郵便物を入れて運ぶのですが、扱いは乱雑で、正直郵体を下ろすとき、もしくは乗せるときは投げていました。ごめんなさい。郵便車に乗せる場合もしかり、郵便局の中でも投げていましたから、そのために時々小包が送ったものが壊れたりするんですね。そんな時はどうするか。中身が壊れたと思われるがごめんね、といった内容の付箋を貼り付けて終わり。損害賠償何もなしです。すごい上から目線でしょ。まあ、国鉄の荷物も同じようなもので、壊れた時は壊れるような放送しか知らなかったお前が悪い。的な感覚なんですね。だから大和運輸の宅急便に負けるんですけれども、そんな時代ではありました。差し立て区分箱の話。郵便車のお話の前に、郵便物の差し立て区分箱の話をさせていただこうと思います。郵便車の中にも大きくないとはいえ、差し立て区分箱と呼ばれるものがありました。縦横で 6×9 だったかのマス目に区切られており、郵便番号をもとに地方ごとに区分していく工夫がされていました。おおむね中心部は自局近隣もしくは東京、名古屋など比較的郵便が多い地域であり、自局落とし、自分の局で配達するものはそのまま区分欄の下に置くようにしていたと思います。郵便車でも同じような区分が行われたと思われますが、簡単に当時の区分方法を思い出すようにお話ししてみたいと思います。最近の郵便局では郵便区分機が活用されていますので、配達区分はもとより差し立て区分もこうした手作業はほとんど行われていないものではないでしょうか。右のね、図なんですけども、上記のイラストは郵便局での差し立て区分欄をイメージしたものですが、郵便車にも同様な作業会がありました。結束は郵便業務の最重要事項。当時はポストから収集された郵便物は、定型郵便物と定型外郵便物に分け、定型郵便物はそのまま先ほどの差し立て区分欄に移動して郵便番号ごとに区分していくわけです。私が郵便の仕事をしていた頃は、基本は2桁区分。近畿でしたら大阪市内、京都市、神戸市と比較的郵便が多い地域は3桁区分ということで区分していました。それを一人でするのではなく、複数の人で一緒に区分していき、最終的にマス目ごとに郵便物を取りまとめて、一つの郵便物の束としていきます。結束といい、郵便業務に携わる人にとっては大変重要な作業でした。収集便前にこの作業を終えられないと結束漏れであり、郵便局の現場では一番嫌われる行為でした。鉄道郵便の場合は列車自体が移動していますので、区分作業、速達郵便だけですけれども、到着駅に合わせて区分していく必要がありました。郵便車の種類について、いよいよ郵便車のお話をさせていただこうと思います。実は、鉄道郵便には主に3つの種別がありました。職員が郵便車内で郵便物を区分けし、
集配最寄り駅で優待を積み下ろしする取扱便。職員は乗務するが、区分け作業を行わず、集配最寄り駅で優待を積み下ろしするだけの護送便。職員が乗務せず、施錠した案は優待を運ぶ締め切り便に分けられていました。一般的なイメージとしては、区分を行う取扱便を指すのですが、一部小包や大型定型外郵便物やダイレクトメールと、途中区分する必要な郵便物は締め切り便で運ばれていたようです。ちなみに、書き留め郵便などは基本的に集配最寄り駅で、優待に積み下ろしするだけの護送便扱いだったと思います。というのも、私もですね、郵便業務に実際携わったのは、半年だけなので、ちょっとその辺ね、不明確なところあるかもしれません。次ですね、郵便車の中でも区分が行われたということでね、お話をさせていただいています。今度郵便車の行動についてね、考えてみたいと思います。区分を行う郵便車では、車内に郵便差し立て箱が設けられていましたので、車内は薄暗くなってしまいます。そこで、区分段の上に明かり取り用の窓が設けられており、独特の雰囲気を醸し出していました。走行中に窓を開けることができないため、郵便物が紛失するのを防ぐため、比較的早い時期には冷房化が推進されるなど、業務改善は比較的早く行われました。国鉄の荷物車が最後まで冷房化されなかったのは代表的であります。これらは郵便車が郵政省が保有していたからできたからであり、国鉄が保有し、郵政省が利用していた合同車の場合、冷房装置はついていませんでした。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は鉄道郵便を取り上げていました。国鉄の荷物列車と一緒に郵便車が連携されており、夜行急行列車などでは夜間に荷物車や郵便車で荷物の積み下ろしなどがされていたものでした。現代は鉄道郵便自体が思い出の彼方になりつつあります。当時のことを思い出しながら書いてみました。次回は郵便車内で押されていた日付印の話などをさせていただきます。